こんにちは、みくらです。前回作った駅の前からお送りしております。後線路を伸ばして、高低差のある地形の整備などをしておきました。いつも撮影に使わせてもらっているリプレイモッドが 1.21 に対応したので、今回からこちらのワールドも 1.21 で建築させていただきますね。モッド制作者の方に感謝。せっかくバージョン 1.21 になったので、今回の建築のテーマを、これまでにあった溶海岸と、新たに追加された溶海岸系ブロックが、和風建築に合うのかを検証する動画にしています。屋根を、それぞれの溶海岸で作ろうと思うので、建物自体は小さな2階建ての、建造物を思いつくままに、作りますね。和風建築ではよく新双岩系の、ブロックを使用して、時々雰囲気を変えたい時に石ブロックや、ブラックストーンで作ることが、多いです。今回の溶海岸の検証で、もし和風建築に合いそうな素材があれば、村の雰囲気が大きく変わりそうなので、ワクワクしております。同系ブロックも案外合うのでそのうち検証したいな。新しい同ブロックもどのような建築に合うか、いろいろ作って検証しているのですが、割と西洋建築やファンタジー系の建築に合いそうな印象なのですよね。クリエイティブ建築だからこそたくさん使うことができるので、和風建築でも合うような装飾方法を見つけたいところ。わあ、水漏れだ。そんなお話をしている間にトイレが出来かかっていますが、この部屋は後で階段に変更しました。階段すっかり忘れちゃってましたね。いつも建築方法をご紹介する際は、間取りをしっかりと決めて作ることが多いのですが、今回は溶海岸の検証で、建物はおまけ。思いのままに作っているのでちょいちょい作り直しています。楽しい。1階の内装は、お店っぽくしようと思ったのですが、検証用の建物なので、普通に生活スペースでいいや。ちなみに今回の検証では、溶海岸、磨かれた溶海岸、溶海岸レンガを使うので、建物を3棟建てる予定ですが、建物のタイプがあまりにも違うと深く検証しづらいので、建物自体は割と似通ったものを3棟作るつもりです。日本の伝統的な街では、商店や長屋など、同じ階数、似た間取りの建物が並ぶことも多いので、より和風建築っぽくなりそうで、楽しみ。1棟目のこの建物では磨かれた溶海岸を使いますね。土台は荒々しい見た目にしたいので、共通して溶海岸の階段を使おうかな。
よいよ屋根を作ります。比較しやすいようにシンプルな三角屋根にしますね。いつもは街で見つけたザ・日本みたいな建物を参考に建築をしているのですが、たまには違った雰囲気の和風建築を作ってみたくて、結構前に沖縄県の首里城に行ってきました。話には聞いていたのですが、以前に焼失して跡形もなくなっていまして、めちゃめちゃ工事現場になっておりました。逆にレアなものを見れたと思っていたところだったのですが、今はもう少し工事が進んでいてあと数年で復元するらしいので、完成したらまた訪れたいですね。京都っぽい和風建築とはまた違った雰囲気なので、ロケハンしてぜひマイクラでも再現したいです。スターバックスの沖縄限定マグカップがあまりにも可愛いのですが、結局買えずじまいだったのですよね。大部分はそれ目当てで再度訪れたいところ。ひとえに日本風建築と言っても、地域によって全然雰囲気が違うので、ぜひ建物巡りをしたいです。提灯を作って、だいぶ和風建築っぽくなってきました。建物自体はすでに完成しているので、あとは装飾が物足りないところに植物を生やして、1棟目の完成です。続いて2棟目。こちらは両海岸の屋根です。建物自体はほとんど同じ作りなので、全カット工法ですが、オークベースの素材に変更しております。屋根の形も一緒にしますが、向きを90度回転させた作りにしようかな。そのまま3棟目作りに入ります。こちらは両海岸レンガの屋根です。両海岸や深層岩の音、好き。屋根裏の壁まで作ったら、3棟の建物の完成です。実際に街の雰囲気に合うか、気になったので、住宅街エリアに移設してみました。これまでの建物の正面に、並べてみましたが、案外喧嘩しないでいい感じ。むしろブラックストーンよりも、和風建築に馴染んでいる気がします。
個人的には両海岸の屋根が好き。住宅街エリア。最近ほったらかしだからそろそろ作らんとな。お好みの屋根は、ありましたでしょうか？新しく追加された、磨かれた両海岸レンガブロックの屋根も悪くなかったので、これからいろんな建築で試すのが楽しみです。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。